こんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。本日はトビウオの姿作りをやっていきたいと思います。このチャンネルは普段お客様には見せない厨房の仕込み風景を週1投稿してますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。さあ、では本日もさばいていきましょう。その前にまずこのトビウオ、皆さん見たことありますか？地域によってはスーパーにも置いてあるそうなんですが、基本的にはあまり見かけないですよね。そんなトビウオ、名前の通り飛ぶ魚って言われてまして、本当飛ぶのかよって思うんですけれども、実際めっちゃ飛ぶそうなんですよ。今回もね、豆知識たくさん仕入れてきましたよ。まずね、このトビウオ、海中をですね、時速70キロぐらいで泳ぐそうなんですよ。そしてそのままジャンプをして空を飛ぶそうなんです。飛ぶ理由っていうのは、外敵から身を守るためですね。主に大型魚が天敵になるそうなんですが、そいつらに追われた時に、海の中を逃げるんではなく、海面に出てジャンプをするというわけなんです。これだけでもすごいことですよね。ただね、もっとすごい情報があります。まず先ほども言いましたが、海中を時速70キロで泳ぐということ。そしてジャンプをしてから約500メートル空を飛んだトビウオがいたということ。そして最後、トビウオが空を飛んだ時の滞空時間、これがですね、45秒間というとてつもない時間だったそうなんですが、なんとギネスの世界記録に認定されているということ。はい、すべてネットからの情報でした。そんなトビウオですが、青魚特有の癖が少なく、淡白で上品な味わいです。上品っていうとね、ちょっと物足りない味に感じるかもしれないんですけれども、そうではなくてですね、やはり出汁としても人気があるだけあって、その上品さの中にしっかりした旨味とコクがありますね。ちなみに皆さんご存知の方も多いと思いますが、トビウオの出汁はあご出汁と言われています。あごって何ぞやって思いますよね。はい、バッチリ調べました。あごが落ちるほどうまいからとか、あとトビウオをですね、正面から見たら顎を突き出しているように見えるとか、その辺からの理由でそういう風に呼ばれるようになったみたいですね。はい、では姿作りにしていきたいと思います。今回はね、もう小さい魚ですし、こういう刺身はスピード勝負なので、大名おろしでサクッと仕上げたいと思います。今回姿作りということで中骨も使いますので、中骨につく身は均等につくようにしてほしいですね。というのは、中骨もお客様に見られますので、ここがボコボコしてるとちょっとかっこ悪いんですよね。私は楊枝を使って、体を丸めるようにしてですね、姿作りにしています。これは本当職人さんによって作り方が違うので、竹串を使って羽を広げるようにする場合もありますし、もう本当様々なので、一つの参考として見ていただければと思います。お客様が怪我するといけないのでね、楊枝の先はカットしておきます。はい、こんな感じになりました。どうですか？コンパクトで可愛いですよね。この中に、つまなどを入れて、その上に刺身を盛り付けたいと思います。今日は大根のつまではなく、おごのりという海藻を使ってます。
はい、腹骨を取っていきたいんですが、その前にですね、腹についていた翼の根元ですね、そこがちょっと硬いので、先にここは取っておきます。はい、では腹骨を取ります。腹骨はですね、尻尾の方まで長くついてますので、すべて取り除くようにしてください。はい、では次は皮を引きたいと思います。トビウオとかアジとかは、このようにですね、皮をスライドさせるだけで簡単に剥がすことができます。なんか今回はあまりうまくいきませんでした。普段はね、もっとスパッといくんですよ。そして真ん中の血合い骨を外しまして、あとは刺身を整えて盛り付けの準備に入ります。両端を切って3等分にします。あとは先ほど作った姿に盛り付ければ完成です。生姜などの薬味を添えてください。万能ネギなんかも合いますので、添えてもいいと思いますよ。いかがだったでしょうか。本日の仕込みは以上となります。ご意見、ご感想などありましたらコメントいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おっす。